はい、どうも始まりました。ゆうきのコーヒー大学。本日はミルク系コーヒーの代表格ラテ、フラットホワイト、カプチーノの作り方カナダ編を解説していきたいと思います。それでは始めましょう。ほい。オーストラリア編でも解説したこの3つの飲み物は実はカナダではレシピが異なるんです。まずはカナダバージョンのラテについて解説していきたいと思います。カナダとオーストラリアのラテで何が一番違うかというと、なんといってもサイズです。オーストラリアのラテのサイズがだいたい5から6オンスのサイズに対してカナダのラテは実は10から12オンスもあるんです。なのでオーストラリアのラージサイズがカナダでいうレギュラーサイズになります。このようにセラミック製のカップを使っていて、エスプレッソはダブルショット入っています。そして温度帯はだいたい55度から58度ぐらいで作ります。それではラテを何個か作っていきたいと思います。そしてフラットホワイトですが、メルボルンと同じようにセラミック製のカップを使います。オーストラリアはシングルショット使うのに対してカナダではダブルリストレットを使います。温度帯はラテと同じように55度から58度で作るところが多いです。それではカナダのフラットホワイトを何個か作ってみたいと思います。そして最後はカプチーノです。カナダとオーストラリアのカプチーノの違いは、カナダのカプチーノはチョコレートパウダーをかけません。そしてミルクの温度帯は53から55度とちょっとぬるめの温度で作ります。使うカップはフラットホワイトと同じものを使っているお店が多くて、お店によってはこういうラテグラスを使ってフォームを多めに作るところもあります。それではカナダのカプチーノをいくつか作ってみたいと思います。
以上がカナダのラテ、フラットホワイト、カプチーノの作り方でした。最後に有機的補足です。本日ご紹介したラテ、フラットホワイト、カプチーノはカナダでももちろん人気の飲み物なんですけども、カナダでは結構フィルター系のコーヒーもよく出ます。そしてカナダはアメリカやヨーロッパに近いこともあり、それらの国のロースターの豆を手に入れやすいこともあって、一つのカフェでもいろんな国のロースターの豆を使っているお店があって面白いです。以上です。僕のチャンネルではコーヒーがより楽しくなる情報を発信していきますので、チャンネル登録やいいねボタンをよろしくお願いします。一緒にコーヒーを楽しみましょう。それではまたお会いしましょう。ではまた。